RX78LT1 ガンダム NT1 アレックス。RX78LT1 ガンダム NT1 アレックスは1989年発売の OVA 機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争に登場するガンダムタイプのモビルスーツです。作中ではクリスチーナ・マッケンジーが登場し、ジオン公国の特殊部隊であるサイクロプス隊との激闘を繰り広げます。私はクリスティーナ・マッケンジー、クリスと呼んでください。アレックスは一年戦争時に地球連邦軍が北米のオーガスタ基地で開発したニュータイプ専用ガンダムタイプのモビルスーツです。一年戦争が起きた0079当時、ジオン公国軍は同年6月からニュータイプ研究を開始しており、さらに研究主任であるフラナガン博士はその10年以上前からニュータイプ関連の研究を行っていたとされるほど、ジオン公国軍のニュータイプ研究は盛んでした。一方で地球連邦軍はニュータイプの存在について懐疑的な見方をしていたため、同年8月に初めてニュータイプ対応兵器への基礎研究が開始されたばかりでした。そのためジオン公国軍のサイコミュ兵器のような技術は未開拓であり、さらにはニュータイプとはどういった性質を持つかということに関しても完全に認識不足の状態でした。そんな状況の中でニュータイプ対応機開発というコンセプトでアレックスの開発が始まります。当初は主に機体の基本機能の向上を主眼とした高性能機を目指して開発が進められていました。その後同年9月にアムロ・レイがガンダムに登場して以降、訓練もなしにモビルスーツを稼働させた上、目覚ましい戦果を上げ続けているという結果を受けて、ニュータイプという存在、そしてその軍事的有用性を認めざるを得ない状況になっていきます。それによってアレックスはアムロ・レイを基準としたニュータイプ対応機を目指して開発が進んでいくことになりました。アムロ・レイはモビルスーツの操縦を習熟するにつれ、機体の追従性にストレスを感じるようになったため、ニュータイプの超人的な反応についていける反応性・運動性が高い機体を作るという開発方針となります。アレックスは高い反応性と運動性を獲得するために関節部にマグネットコーティングを施し、機体各部に姿勢制御バーニアを創設し、さらに機体重量も軽量化させたことによって高い運動性を獲得することに成功します。その結果、腕に覚えのある熟練のパイロットですら敏感すぎて操縦しがたい機体に仕上がったため、開発に携わった技術者からこいつをまともに扱えるのは一種の化け物と言わしめる機体となりました。私じゃアレックスは使いこなせないってこと？アレックスには一年戦争時のモビルスーツ初の試みとして全天周囲モニターリニアシートが組み込まれています。これによって広い視野が確保されました。この後のグリプス戦役以降のモビルスーツはこぞってこの方式のコックピットが採用されています。ただしこれを採用することでコアブロックシステムは廃されており、機体データやパイロットの生還率は低下しています。もしもアムロにアレックスが届けられていたら、アバオア空から脱出できないという事態になっているのです。オプションパーツとしてチョガムアーマーも開発されています。チョガムアーマーはルナチタニウム合金とハニカム素材のシートを積層した構造を持ち、装甲が破壊されることで衝撃を吸収し、機体本体へのダメージを最小限に止めることを目的とします。チョガムアーマーを装備すると機体重量が約23トンも増加してしまうため、失われた運動性を確保するため、剣部に補助バーニや腰部にスラスターが追加されています。劇中ではチョガムアーマーはケンプファーのチェーンマインによる致命打を完全に防ぎ切りました。高機動力を目指した機体というコンセプトとは対照的な装備として、チョガムアーマーで防御力の高さを見せつけるという印象的な機体となっています。なおその後チョガムアーマーのノウハウはジムキャノン2の開発に生かされていくことになります。武装としてはビームライフルやハイパーバズーカのようなベーシックな武装も使用できますが、コロニー内で使用するわけにもいかなかったため、劇中では使用されませんでした。目立ったのは実弾系武装の 90mm ガトリング砲です。90mm ガトリング砲は両前腕の装甲カバー内に格納されているガトリング砲です。高い威力を持ち、劇中でもケンプファーの装甲を貫き撃破しています。砲身が隠されていることから敵の意表を突くことが可能でしたが、射撃時の反動や装弾数の少なさという点で課題を抱えている武装です。
その他にも両前腕への装備はメンテナンス性が悪いという判断により後発の量産機体には採用されていません。そのためアレックス固有の象徴的な武装となっています。アレックスが活躍した OVA 機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争はこれまでのガンダム作品とは一線を画したものとなっており、主人公が民間人の少年であり、その視点から見つめる戦争というものがいかに残酷で悲劇的なものかということがクローズアップされています。民間人の少年あるの視点で物語が進むため、ロボットアニメというよりも人間ドラマに主眼が置かれています。ガンダム作品として本来なら主役機になっているはずのガンダムは後半まで登場しないため、非常に異色な作品です。ちなみにアレックスの登場シーンが多い4巻と6巻の売り上げが好調だったことから、次回作の OVA 機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーではガンダムの出番が多くなりました。機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争は一年戦争末期のストーリーであり、構図としては中立を謳うサイド6の中域のスペースコロニーリボーコロニーでアムロ専用機として最終調整されることになったアレックスと、機体の奪取を狙うジオン公国の特殊部隊サイクロプス隊の攻防が描かれています。クリスチーナ・マッケンジーはシューフィッター、いわゆる機体の調整担当としてアレックスに登場していました。クリスは連邦宇宙軍士官学校を首席で卒業するほど高いモビルスーツ操縦技術を持っていましたが、アレックスの反応が敏感すぎるため、そんな暴れ馬を制御することができず、フルパワーの数分の1の出力でしか運用できなかったのが実情でした。それでもケンプファーによる秘密工場襲撃時にはチョガムアーマーを破壊されるもののケンプファーをガトリングで撃破したり、ブービートラップやヒートフォークによって中破しながらもビームサーベルでザク2回を撃破するなどの戦果を挙げました。特にザク2回との森でのゲリラ戦闘は作品を代表するシーンであり、ザク2回に登場していたバーナード・ワイズマンとの関係性も含めガンダム史に残る屈指の名シーンとなっています。バーニーにも挨拶をしておきたかったんだけど、あるから伝えてくれる？私がよろしくって言ってたって。最終的にアレックスは一連の戦闘で激しく損傷したことや一年戦争が終戦を迎えたことなどを理由にホワイトベース隊に届けられることがありませんでしたが、その後開発データは一年戦争後に開発されたジムカスタムやジムクエールなどのオーガスタ系の機体に引き継がれていくことになります。ニュータイプの特性が不明な中、アムロ専用機として高い機動力や追従性を求めて見切り発車で開発が進められたアレックスですが、アムロは後年のニューガンダム基礎設計時に高機動力と高い追従性を重視していることから、地球連邦軍が考えたニュータイプ専用機のコンセプトはあながち間違っていなかったと言えるのかもしれません。劇中ではアレックスは最大スペックを引き出せるパイロットが登場しなかったことによってスペックほどの活躍を見せることはできませんでした。ザク2回との戦闘後のアレックスは数奇な運命をたどります。修理のためルナ2への移送準備が始まるも、その時点で一年戦争が終戦します。アレックスは結果的にルナ2へ輸送されたものの、配備計画が宙に浮いてしまい倉庫に放置されることになります。そして4年の時が経ち、宇宙世紀0084スターンズがルナ2の倉庫の肥やしになっていたアレックスに目をつけます。それは17歳のアムロ冷戦用機として建造されたアレックスのチューニングされたスペックが強化人間の調整能力テストに最適と判断されたからでした。アレックスは強化人間研究を行っていた地球連邦軍のオーガスタ研究所へ輸送されます。漫画版ドワイライトアクシズによると、アレックスはオーガスタ研究所が破損箇所の補修を行った後、後のサナリーとなる戦略戦術研究所がティターンズ系統の部材を使用して機体の強化を施したとされています。そして完成されたアレックスはガンダム AN01 トリスタンの名を与えられ、強化人間の育成に用いられました。しかしグリプス戦役でのティターンズ敗北に伴い、研究所で行われていた非人道的な実験の数々が表舞台に公表されると世間の批判を浴び、オーガスタ研究所も閉鎖されることになります。閉鎖に伴い様々な研究所の資産が各組織に分割されることになり、本機とその関連機材はサナリーが取得しました。そしてトリスタンはオーガスタ研究所出身のフェルモ兄弟によって奪取された後、サナリーが秘密裏に協定を結んだブッホコンツェルンに貸与され、
後のクロスボーンヴァンガードの機体につながる次世代型モビルスーツ開発の母体となっていきました。ただし、連邦政府の書類上、表向きはトリスタンはサナリーが保有し、機密計画にて運用中という形となりました。余談ですが、アレックスはアムロ専用機であるため、一部 G ジェネレーションシリーズなどではアムロの初期登場機として扱われることがあります。また PS2 版巡り合い空の VS モードでアレックスにアムロを乗せた時にはアレックスは伊達じゃないという専用セリフが用意されています。しかし一年戦争を題材にしたゲームでは高性能機として扱われることが多い一方で、スーパーロボット対戦や機動戦士ガンダム VS ガンダムシリーズ等ではオールスター参戦の宿命かチョガムアーマーが特徴として扱われることが多く、能力値やコストが低めに設定されることが多くなっています。またトリスタンについて2017年 HGUC でプラモデルが発売されましたが、10年以上前に発売されたプラモをベースに構成されているため、可動範囲や色分けが甘く厳しい意見が多く飛び交う一品でした。そのため在庫処理に悩むお店が多い中、ある時転売屋によって大量購入され、一部の店頭から在庫がなくなるということが起きます。その後さらにトリスタンがバトルオペレーション2に参戦したことでトリスタンブームが再燃しました。しかし厳しい評価の多いトリスタンのプラモは売れなかったため、在庫を抱えた転売ヤーざまという声が多く上がるということがありました。最近何かと話題に上がる転売ヤー問題ですが、私の意見としては転売全てが悪いのではなく、自分の利益だけのため値段を吊り上げることが問題だと思っています。ビジネスの基本はウィンウィン、つまり双方にメリットがあることなので、購入する側に付加価値があるかどうかが重要です。例えば遠方地だから購入できない、古い商品で探しても見つからない、そういった購入者の悩みに応えることこそ付加価値のある取引になると思います。どこでも買えるはずの新品の値段を吊り上げたら市場の怒りが上がるのは当然です。お前は来るな、邪魔になる。私も動画を見ていただく以上はこの動画を見てよかったと思っていただけるように、付加価値のある動画を目指して一層の向上を目指して取り組んでいきますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。